こんにちは、のすけです。2024年に作った沸騰冷却 PC、ターモサイフォンという方式で CPU を冷却しています。前回の動画で冷却性能を改善するために、銅の多孔質体、ポーラスメタルを使用して、液体との接触面積を増やしてみたのですが、CPU の温度は1度程度しか下がりませんでした。ということで今回も沸騰冷却 PC の冷却性能を改善していきたいと思います。コメントで多かったのが、気泡がポーラスメタルと液体の接触を邪魔しているように見える。ターモサイフォンのイメージ図と同じように水枕を横置きにした方が気泡による影響が少ないのではというコメント。のすけとしては表面張力による毛細管現象があるので、気泡によってポーラスメタルが乾いているわけではない。水枕は縦置きでも横置きでも大きな差はないと考えていましたが、確認をするために実験をしてみることにしました。ただ、今の沸騰冷却 PC を単純に横置きにすると、配管やラジエーターの位置に問題があるので、横置き用の実験装置を作ることにしました。CAD で設計したものがこちら。これがマザーボードで、電源配線の取り回しが簡単なデスクミニ X600 のものを使用します。水枕は横置きで、横から液体が入って上から蒸気が抜ける構造になっています。蒸気はラジエーターで冷やされて水枕に戻ってくる算段です。さらにこちら側にマザーボードを設置することで、水枕を縦置きにした場合との比較ができるようになっています。ということで早速作っていきましょう。まずはマザーボードを乗せるプレートを作ります。アクリルカッターで適当に傷を入れて、パワーで割ります。3面をダイヤモンドヤスリで整えて、マザーボードの六角スペーサーの位置に穴を開けます。ボール板の垂直を利用してネジを切れば完成。次に土台となるところ、今回はその辺に生えていたコッパを使います。あとその辺に生えていたヒノキの棒、L 字を適当な長さに切っておきます。最後にちょっと強力なボンドで留めるだけです。次に水枕を 3D プリンターで召喚します。でかっ。今回はなぜかサポート材がきれいに剥がせました。気温が高かったのでレジンの粘度が低くなって、ベースプレートがリフトした時にレジンがうまく流れ落ちたみたいです。まあでも結局平面は出ていないので、卓上フライス板で平らにする必要はありました。次にフィッティングを取り付ける面のアクリルプレートを切り出します。今回は水枕の側面にもフィッティングを取り付けるので、こんな感じで小さいプレートを貼り付けます。貼り付ける面を軽く足付けして、アクセサリー用のレジンで貼り付けます。ちょっと待ってよ。撮っていなかった可能性ある。はい、撮影あるあるです。だいたい1動画で1回は撮影ボタンを押し忘れてしまいます。本当はこんな感じでアクセサリー用のレジンを塗って、細かい気泡を抜いて、重しを置いて一晩放置した後に、紫外線を照射して硬化させています。レジンが硬化したらアクリルの余計な部分をビューターで削っていきます。壊れた。はい、ビューターがお亡くなりになりました。一応 DIYer なので分解して直してみようと思います。原因はすぐに分かって、ここだ。この抵抗が浮いてる。これ熱でハンダが溶けちゃったんでしょうね。とりあえずハンダを付け直してみたのですが、止まった。ダメか。やっぱりハンダが溶けました。多分異常な電流が流れてしまっているので、サイドの他の部品もダメになっているんだと思います。なので諦めて新品で同じものを購入。7692円。まあ3年ほどフルに使ったんで元は取れたんじゃないかと思います。ということでなんとかうまく削ることができました。
最後にフィッティングを取り付けるためにボール板で穴を開けて、フューターで穴を拡張。タップでネジを切ればアクリル部分が完成。ゴム紐と液体ガスケットでシールして銅プレートと合体させれば水枕の完成です。液ガスには薬品耐性のあるヘルメティックの FC700 を使用しています。液ガスが乾くまで一晩放置して秘密を確認。ポンプの限界であるマイナス 80kPa まで減圧できました。1時間ほど放置して圧力が変わらなかったので漏れはなさそうです。ということでマザーボードに取り付けていきます。CPU グリースは MX4 を使用しています。フィッティングを取り付けて元号でパイプを曲げていきます。曲げる大体の位置に印をつけて、ヒートガンで手曲げ。90度に曲げるだけならジグなどを使わない方が綺麗に仕上がると思います。あと耐熱性の高い PMMA のアクリルパイプなので水布巾などで急冷すると割れることがあります。じっくりじんわり除冷した方が良さそうです。曲げた後で余分な長さを確認してカットすると簡単に長さを合わせられます。配管を組み付けるとこんな感じ。2回曲げると精度が出しづらいので1回曲げをエルボーでつなぐようにしています。パイプを組み付けて気密の確認。マイナス 80kPa まで減圧。1時間ほど放置しても値が変わらなかったので漏れはなさそうです。最後にノベックを注入。なんですが今回は7300を使用します。というのは7100の残量が心もとないので、7300なら 3kg 以上の在庫があるので多少こぼしても問題なし。ただ沸点が高くなるので CPU の温度は高くなってしまうと思いますが、そこは相対評価でうまくやろうと思います。ということでノベック7300の注入が完了。真空ポンプで減圧。7300の蒸気圧は7100よりも小さいので、ほぼマイナス 80kPa 程度まで減圧できました。ということでテストをしていきたいと思います。時間をちょっと遡って、今回マザーボードをデスクミニ X600、CPU を Ryzen 7 8700G に変更したので、ベースとなる空冷のデータを取り直しました。CPU-Z で負荷をかけた時の結果はこんな感じ。はい、CPU の温度が90度を超えています。AM5 の Ryzen は可能な限り CPU クロックを上げようとするので、貧弱な冷却だとすぐに90度を超えてしまうようです。CPU の消費電力は 80W をピークに 71W 程度まで低下していきます。なので今回は消費電力を目安に評価しようと思います。ということで、はじめに前回まで使用していた水枕、縦置きで下部の横から液体が入って上部の横から蒸気が出ていく水枕のテストをしてみたいと思います。液体の水位は前回と同じぐらい、ポーラスメタルの上部に合わせています。CPU-Z で負荷をかけます。8倍速です。CPU の温度は90度のリミットに貼り付き、発熱と冷却が並行するところまで消費電力が低下していきます。10分後の消費電力の結果がこちら。上が空冷で下が旧水枕、縦置きの結果。10分後の消費電力は 51W 程度まで低下しています。やはりノベック7300は沸点が高いので、沸騰冷却の性能を生かすことができないようです。まあ沸騰はしているので、このまま相対評価をしていきたいと思います。せっかくなので旧水枕を縦置きの状態で水位を変えた場合のテストをしてみました。水枕の上部まで液体で満たしています。8倍速です。出口のパイプが液体で満たされているので、気泡でブクブクしています。
10分後までの消費電力の結果がこちら。水位を高くした時の10分後の消費電力は 47W で、水位が低い時より悪い結果となりました。これはなぜなのか。サーモグラフィーで温度を確認してみると、蒸気がラジエーターに入ってくる部分の温度は37度ぐらい。水位が低い時は47度だったので、温度が10度ほど低くなっています。蒸気の出ていくパイプが液体で満たされているので、蒸気の循環が阻害されているようです。ということで、蒸気の出ていくパイプを液体で満たすと、冷却性能が低下することが分かりました。次は水枕を横置きにした場合をテストします。カメラは上から撮影していて、右のパイプが入り口側、左のパイプが出口側です。液体は水枕がいっぱいになるまで入れてあります。はい。8倍速です。沸騰した気泡が水枕のカバーまで上がってきて、左のパイプから出ていくのがわかります。10分後までの消費電力の結果がこちら。黄色が横置きの結果で、10分後の消費電力は 46W。縦置きの結果より 5W ほど低下しています。これはどういうことなのか。サーモグラフィーで確認してみると、ラジエーター入り口の温度は37度ぐらい。縦置きの場合に対して10度ほど低くなっています。これは先ほどの縦置きで水位が高かった場合と同じぐらいの温度だったので、出口側のパイプが液体で満たされてしまって、蒸気の循環を阻害しているのではないかと考えました。ということで水位を少し下げてみました。ポーラスメタルの上に 5mm ほど液体があって、さらにその上に 5mm ほど空間がある感じです。8倍速です。空間があるので少し見えにくいですが、ちゃんと沸騰はしています。10分後までの消費電力の結果がこちら。オレンジと重なっている青い線が水位を低くした場合の結果で、10分後の消費電力は 49W。先ほどの横置きで水位が高い場合より 3W ほど改善して、縦置きの場合とほとんど同じ結果となりました。つまり液体の水位が適正であれば、水枕は縦置きでも横置きでも冷却性能の差はほとんどない。気泡が冷却の邪魔をしているということはないということが分かりました。ということで最後に横置き用に作った水枕を縦置きにしてテストしてみたいと思います。旧水枕との違いは入り口側のパイプが下から接続されているところです。水位はポーラスメタルの上部に合わせています。8倍速です。旧水枕と同じように沸騰しています。10分後までの消費電力の結果がこちら。新水枕を縦置きにした場合の結果は緑色で、10分後の消費電力は 51W。わずかではありますが、今回の一連のテストで最も良い結果となりました。入り口側のパイプが下から接続されたことで、液体の流入がスムーズになった可能性があります。ということで、今回のテストはここまで。次回は銅プレートを改良したものについて、いくつかテストしてみたいと思っています。テストする部品を揃えるのにお金がかかりそうなので、90円のメンバーになって支援してくれると嬉しいです。ではでは。